おはようございます。たかしです。本日は6月28日火曜日、ただいま7時53分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は下髭の陽線となっております。金曜日もそうだったんですが、下髭長めの陽線。ただ実体があまり大きくないんですね。なので、かなり上げ渋っているなという印象は受けます。底堅いのはわかるんです。下髭が長いので。ただ、上髭も出てますし、ここでの値動きっていうのが拮抗している印象。髭が出ているってことは、一度下げて、で、一度上げて、また戻されているっていうことなので、上下に激しく動いているっていうことなんですね。なので、この上昇に対する押し目買いの人と、この下落に対する戻り売りの人たちっていうのがここで拮抗している感じですので、今はまだ方向感がなく分かりにくい雰囲気だと感じてます。ストキャスティクスは高値圏からデッドクロスはしてきてるんですが、このデッドクロスの仕方少し弱いなとは感じるんですね。で、ここを見ていただいたら、このデッドクロスしてからの下げ方っていうのが一直線に下げてますが、今ここでもう一度ゴールデンクロスしそうな、そんな雰囲気にも見えてきますので、下げ方が弱いということは、ここからの下落のような、こういった下落にはつながらないのだろうなというふうには考えます。ですので今ここから下げてくるというよりも、ここで今方向感を見失っている状態ですので、ここをどちらに抜けるかで、もう一度高値更新できるのか、安値を模索するのかというところでしょうか。マックでは方向感がありませんね。ただ、基本的には現在は日足では上昇トレンド中で GMMA も上向いてますし、ここで強くサポートされて上昇してきてます。ただ、この上昇がこの高値を抜けていませんので、今、日足単位の高値の切り下げが行われてますね。ただ、安値も切り上げてますので、今はここでのこんな大きな三角持ち合い、もしくは今ここで小さくこんな三角持ち合いを描くのかなという印象です。では4時間足です。先ほど日足での三角持ち合い、こんな感じですよね。ここの切り上げ、そしてここからの切り下げみたいな、こういう今、だいたいこのトレンドラインでしょうか。このトレンドラインとこの切り下げラインですね。この辺で挟まれる可能性があるなとは見てます。今ラインを引いておきました。この黄色のラインですね。この黄色のラインとオレンジのラインで挟まれたところでの三角持ち合いの可能性というのも考えておきたいところですね。4時間足ではここに3損をイメージしておりました。この3損からの下落になるのか上昇になるのかというところで、週末終わっていたんですが、月曜日は一旦下落しましたね。下落したんですが、この小さくは安値をこの辺で切り上げる形になって再上昇しております。すごくわかりにくい動きをしているなという印象ですね。この3損での下落になるのかと思いきや、そこを否定しての上昇。ただ上昇はしてきたんですが、今ここで陰線と陽線が拮抗しているんですが、ここでの上値の重さも感じられますので、再びここから下落しそうな雰囲気には見えますが、安値も切り上げてますので、ショートもロングも引きつけてトレードしないと、中途半端なところでやると分かりにくい動きに巻き込まれそうです。ストキャスティクス MACD は今方向感がありません。そして GMMA はわずかに上を向いてはいるんですけれども、ほぼほぼ横ばいというところで、これも方向感がないので、4時間足単位でも方向感がないのが分かれます。まずはこの GMMA から離れて上昇してくると、ここが上向きに変わってきますので、そうなると上昇トレンドでこの高値を目指していくんでしょうけれども、一旦は今は方向感がないので、ここからどうなるのかっていうところを見守りたいところですね。ただ安値も切り上げてますし、高値もじりじりとではあるんですが、切り上げてますので、基本的には押したところでは買っていきたいとは考えますが、日足のストキャスティクスは今は高値圏からデッドクロスしてますので、まだここから3損での下落っていうことも考えられますので、その辺は注意が必要ですね。一旦はこの直近の安値付近165円ぐらいを下抜けるかどうかっていうところが一つの注目ポイントかと考えます。では1時間足です。1時間足ではこの安値からこの高値にフィボナッチリトレースメントを引いてます。その 38.2% の 164.8 ぐらいのところで今は下げ止まっての反発。そして1時間足ではこういった下落トレンドを描いていたんですが、そこからここを最安値として、一旦ここ直近の戻り高値の 165.7 付近を超えてきてるんですね。で、昨日一度深めの押しが入って、さらに安値を切り上げる形で上昇して、この高値、金曜日の高値を超えてきました。ただ、ここで、高値更新が止まっているのがわかりますか？ここで今ダブルトップみたいな形になってるんですけれども、今までは高値を切り上げてきてましたが、ここで高値が切り上げられなくなってきてますので、そうなるとここからの下落の可能性がありますので、先ほど4時間足で言いました、ここですね、165.1 か2ぐらい、ここの安値ですね、この昨日の
の安値なんですが、ここを下抜けてくると一旦目線が下に変わってきますので、そうなると、下落優位になってくるのかなと。ただ、ここの紫のライン、これ 164.5 付近に引いてあるんですが、ここが今1時間足の目線切り替えポイントと考えてますので、先ほどの 165.1 か2を下抜けてきても 164.5 付近っていうのは次サポートになる可能性。で、ここからの再上昇になっていくのかというところですね。個人的に思うのは今このじりじりと上げていますので、一旦の大きめの下落が来るんじゃないのかなとは考えてます。そしてこの紫のラインぐらいのところに突き刺さる、もしくはここを下抜けての下髭での上昇になってくると、この 167.8 ぐらいを目指して上げてくるんだろうとは思いますけれども、今このままでは少し上げづらい感じの印象を受けますので、今はまだしばらく方向感がない動きになるのかなと。で、ここから方向感が出るためには一度急騰もしくは急落をしての、また逆方向への動きみたいなことが起こってこないと、ここから方向性が出てくるっていうのが難しいのかなと思いますので、今これだけ値動きが小さい、そして行ってこいの動きになっているところでは少しトレードは見送った方がいいのかなと考えてます。現在もし上昇してきたとすると、この辺ですね、167.5 ぐらいが一旦のターゲット。そしてその次が 167.8 か9ぐらい。そしてここの先ほど4時間足で描いてました、このトレンドラインですね、この黄色のライン。この上限付近も意識されると思いますので、この辺は抵抗になってくる。ゾーンで抵抗になるというところでしょうか。167円から 167.8 ぐらい。この間ぐらいは抵抗になってくると思います。なので、ここを抜けてくるとまたもう一段上に上がってくるとは考えますけれども、今はこの辺が重しになる。そして下げてきてもこの辺ですね、164.5 ぐらいっていうところは次サポートになってくるのかなと。そう考えると今ここ三角持ち合いを描いているんですが、ここ上抜けてもここでのレンジですね、167.8 から 164.5 ぐらいのこの紫のラインとこの頂点でのレンジでの動きになる可能性もありますので、今はそういった分かりにくい動きをするという前提でトレードしていくのがいいと思ってます。本日は一旦ここからの下落に注目ですね。ここでのダブルトップをつけての下落になると、先ほど言ってた 164.5 ぐらいまでを一度見越していきたい。で、そこでどうなるか。ここを抜けてくるとまたフィボナッチリトレースメントの 61.8% の163円ぐらいまで下げてくるとは考えますが、ここまで下げてくるとおそらくここ160円ぐらいまで下げてくると考えますので、その辺までの下落を見越せるんじゃないかと思ってます。なのでもし急騰が発生した場合は、この辺付近167円台ぐらいでの反発を確認して、そこからのショートエントリーで160円ぐらいまで取っていくことが可能とも考えられますし、もし急落が発生した時はこの紫のラインの 164.5 ぐらい、この辺で強く反発するのを確認して、そこからの上昇を取っていくことが可能かなと。どちらにしても今は値動きが小さいですので、次大きく動いた時がエントリーチャンスだと思いますので、そこまでは待ちの姿勢でいいのかなと思ってます。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。